こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万1300ドルあたりを推移しております。今回は何といってもトランプ大統領の就任式が注目されましたね。当初、仮想通貨界隈としては、ビットコインや先日発行されたトランプ一家の公式ミームコインに関してですね、何かしら言及があるんじゃないかと期待されてましたけども、結果的には市場全体で話題になっている関税の件だとか、インフレ対策、物価の件、ガス、原油のエネルギー関連、グリーンニューディールの件だけに触れてですね、ビットコインとか仮想通貨に関しては触れずに終わった形となりました。で、その様子が確認されてから、ビットコインも一時10万ドル近辺まで下がってます。で、その後、トランプ大統領が実際にですね、大統領令に署名する初公務を行ったんですけども、ビットコインや仮想通貨関連の大統領令に署名がないまま終わったことから、またビットコインも下向きになったといった展開です。で、この一連の就任式でもビットコインに関して言及しない、大統領令でも署名ないという動きからですね、トランプ氏が選挙時に公約に掲げてたビットコインをアメリカの準備金にする件がですね、本当に実現するのかと、市場では懐疑的な声が出始めているようです。で、また就任式で言及されてたビットコイン以外の改革が多いんで、ビットコイン準備金にするとしてもですね、先送りにされるんじゃないかという懸念も出てるみたいですね。なので市場としては期待が少し薄まっている状況なのかなと思います。あと他個別株の方では、ランブルの CEO が初のビットコイン購入を発表しています。これが最後ではないという言葉で締めてますけども、ランブルは昨年ですね、2000万ドル相当のビットコインを購入する計画があると発表してるんで、それが実行に移されたと見られています。本日の米市場連休明けですね、どのように動くのか注目ですね。あと ETF 関連では、先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス21億ドルの純流入となっています。アセットごとではビットコイン、イーサともにプラスとなってますね。大統領就任式終了後の今週もまたプラスで終われるのか注目です。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.42%、額としては650億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.7%、バイナスミやロングが 54.6% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日1月21日に雇用統計、ユーロ、ドイツの景況感指数、1月22日にマレーシアの政策金利、1月23日に米景気先行指数、ノルウェー、トルコの政策金利、米新規失業保険申請件数などが控えております。あとその他の動きでは、トランプ一家のミームコイン発行からですね、Google の方で仮想通貨の購入方法という検索が急増しているのが注目されたりしています。このミームから新規が入ってきているという見解もありますけども、その後市場にお金がとどまるのか注目です。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、先日までは就任式まで上がってその後事実売りで落ちるという展開予想だったんですけども、最近のトランプ公式ミームコイン発行からですね、何でもありみたいな空気になってるんで、大統領令でビットコイン関連のサプライズに期待したいということで、1月21日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万1269ドルよりも上という予想でした。結果としては就任式でも触れられず、大統領令でも署名なし、事実売りで下がってはいるんですけども、10万ドルを底堅く耐えてその後反発してまして、そして判定時刻の1月21日 AM6 時点のビットコインは10万3854ドルということで、昨日の10万1269ドルよりも上なんであたりです。ビットコインの強さに救われました。はい、続いて明日の予想ですね。米市場連休明けですけども、このトランプ氏の反応を見て ETF 民、先物勢がどのように動くんでしょうかね。為替株の方も一旦トランプトレードが落ち着くのか再開するのか、見解が分かれている印象あります。ビットコインも10万ドルの攻防なんで、めちゃくちゃ微妙ですけど、未だに10万ドルを割らない強さを評価して上にします。なので1月22日 AM6 時点のビットコインは現在の10万1133ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標も大きいものがないんで、本日米市場明け23時半あたりにですね、どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3230ドル、BTC 建ては 0.0318 と、先物の方では OI は全体でマイナス 0.04%、額としては298億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.1%、バイナスミはロングが 85.2% と、全体では下寄りになっています。イーサ関連の話題では
イーサ財団が DeFi 周りをサポートするために5万イーサの資金を投入すると発表したことが話題になっています。先日イーサリアム財団の改革を取り上げた時もですね、エコシステムとの連携を強化していくという話も出てたんで、それが今回実際に動き出しているのかなと思います。先日の BTC 建て 0.030 割れからは回復してます。トランプドレインも一息ついたんで、若干資金の流入あるかもしれないですけど、単体での強いファンドは特にないですね。アップデートファンドの影響もまだ弱い印象はあります。こちらも本日23時半あたりですね、どのように動くのか注目です。あとその他の動向では、まだ決まってない SEC 委員長、CFTC 委員長の任命が注目されています。SEC 委員長はマーク上田氏が暫定任命、CFTC 委員長はキャロライン・ファム氏が一旦代行で指名されたと。どちらも先日から名前が挙がってた人物ですけども、どちらも仮想通貨派の人物ということで、その後が注目されています。あとアルト関連ではトランプ一家の DeFi、ワールドリバティフィナンシャルが各アルトへの戦略的投資を発表しています。第47代大統領就任にちなんでですね、それぞれ4700万ドル、470万ドル分の購入を発表してますね。対象銘柄はイーサ、ラップド BTC、アーブ、リンク、トロン、イーテナとなっています。あと、コインゲッコの方でもワールドリバティフィナンシャル関連の銘柄、メイドイン USA 銘柄などですね、別でカテゴリーが作られて比較的強く買われてた印象があります。メイドイン USA ではXRP、ソラナ、リンク、ヘデラ、スイなどですね、上位銘柄が選出されています。ソラナは連日のトランプドレインの影響で、単独で強かったんで、現在調整に入ってますけども、他の方に資金が戻っている印象がありますね。XRP も未だ3ドルと、強く残ってます。大統領令がなくても、まだ各アルトは ETF 承認の期待があるんで、新生 SEC の動きに注目ですね。あとは最近のトランプ一家の公式ミームコイン発行についてですね、批判が出てます。これで新たな仮想通貨規制が始まるというですね、前向きな意見も出てるんですけど、規制すべきだという声の方が目立っている印象がありますね。今までの SEC との争いは何だったんだとか、ゲンスラーはね、きっと笑ってるに違いないとかね、ただの詐欺だという意見もあります。で、実際にトランプ一家の公式ミームコインの発行の裏でスキャムも横行してまして、TikTok の偽トークンが出てラグってたり、トランプの息子バロン氏の非公式ミームが誕生して暴落してたり、あとはキューバの外務省の X アカウントが乗っ取られたのかわからないですけど、キューバ関連のトークンを複数リリースして全部売った後にアカウントが非公開になったとか、トランプミームが盛り上がる前のですね、通常のスキャムの動きも混じってて、新規既存ともに被害者が出てるようですね。海外にずっといる人はですね、この通常のスキャムの動きが頭にちらつくんで、トランプの公式ミームが発表されてもですね、警戒して乗れなかったというのもあると思いますけども、こっちが通常の動きなんで、今後も市場が盛り上がってもですね、しっかり公式なのか流動性がロックされてるのか確認してから乗った方がいいのかなと思いますね。あと取引所 DEX 界隈はですね、最近のミームコインバブルの影響で取引手数料の方でかなり儲かっているようです。チェーンごとではやっぱりソラナがリードしててですね、1日あたり3500万ドル相当も手数料が入ってきてます。一つ前のミームコイン発行バブルもですね、ソラナ盛り上がってましたけども、トランプミームでさらに儲かってるようですね。ソラナは現在236ドル、時価総額は5位ですね。ATH から調整入ってますけども、こちらも再度 ATH 更新できるのか注目です。今日はこのとこですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。